都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。2022年も始まって早2週間。はい。番組でやってみたいことってありますか？ハメジュンカップをまだ私経験していないので参加してみたいですね。確かにね、ああいうそのオフラインで集まって大会みたいなのは今なかなかないもんね。楽しそうだなと思います。マスターは公開収録を今年はねやりたいなっていうのを思ってますね。やりたいですね。お、いらっしゃい。いらっしゃいませ。わあ、グラブルーファンタジー VS のトッププレイヤーのお二人じゃないですか。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いしまお願いいたします。1人目のお客様はガメラ選手。グランブルーファンタジー VS サイゲームスカップ2021ウィンター優勝。堅牢なガードと手堅い立ち回りで数々の勝利を積み上げてきたトッププレイヤーです。2人目のお客様はデバガメハンジ選手。レイジーグランブルーファンタジー VS2021 サマー優勝。鋭い弓で相手を圧倒、バザルガ使いとして有名な強豪プレイヤーです。まずは昨年11月に行われた大型公式オンライン大会グランブルーファンタジー VS サイゲームスカップ2021ウィンターについてお二人に伺います。デバガメハンジ選手は4位、そしてガメラ選手見事優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。ガメラ選手としては悲願の初優勝、しかも無敗のまま優勝だったということで、今までに結構、準優勝とかがいろいろ多かったんですけど、ようやく呪いが解けた感じで、呪いが解けた。初めの方から今日は調子がいいなっていうのが自分で分かったんで、こう言うとなんですけど、妥当な結果だと思ってます。いいね。かっこいい。もう自分の4位とかそういうのはもうどうでもよくなっちゃって、そのガメラさんが公式大会を初優勝っていうのがもう嬉しくてしょうがなくて、あんだけ強いガメラさんが今まで公式大会とかで準優勝とかありましたけど、優勝はしてなかった、いつかガメラさん優勝してほしいってみんな思ってたと思うんで、今回の結果は私の方が多分ガメラさんより喜んでる。みんなからすごい祝われてる感じ出ました。言われますよね。祝われてるのは分かるんですけど、よく身内で、ゲームやってたやつらからいまだにまた祝勝会が来なくて。私誘ってますけどね、当日には誘ってはいるんですけど、まだねちょっとねちゃんと決まってはいない。なるほど。じゃあこの大会に向けて何か準備したことですとか対策っていうのはあったんでしょうか？今までちょっと味とか炭酸とか嫌いだったんですけど、レッドブル買って、それでやったらなんかもう最初から結構調子良かったです。私は一般的な格ゲーマーと違って、朝めちゃくちゃ早いんですよ。一般的な格ゲーマーは、皆さんね、休みの日だったら11時とか12時とかまで寝てるんですけど、私は普段からそうなんですけど、5時ぐらいに起きてるので。早起き。早いでしょ。早い、めっちゃ早い。でその大会当日も朝5時半ぐらいに起きまして、早速ね対戦するかっつって、そこからもう対戦してたんですよずっと。だからウォーミングアップはできてた。なるほど。一番印象に残ってる試合っていうのはマスターランク、一番上のランクの人と当たったんですけど、その時のがパーシバル使ってるレッドさんっていう人だったんですけど、これ緊張してるなとかそういうのがもう自分でもよく見えてたんで、その時点で、自分の調子を確かめられたっていうのがあって、その試合が一番。私が使ってるキャラクターが、バザラガというんですけど、フェリというキャラクターがすごく苦手でして、おそらく勝ち進んだら当たるだろうと思ってたんですよ。で一応まだ見せたことのない対策を用意はしたんですけど、それも通用せず通用しなかったんだ。通用せずフェリの方に負けてしまって、4位という形になったんですよね。だから悔いはないかなと。対策したけど結局フェリーに勝てなかったっていう感じですかね。どんな関係なのかっていうのをここから伺っていきたいと思います。ちなみに出会った時のことは覚えてらっしゃいますか？ちょうど1年ほど前の、冬のレイジっていう大型大会がありまして、その前後に
オフラインの対戦会イベントというものがありまして、そこに私が行ったらガメラさんがいたと、もう本当にもう憧れといいますか、せっかくだしちょっと勇気を持って対戦してもらおうと思って「ガメラさん対戦してもらってもいいですか?」って小声でね話しかけて、その時は負け越したんですけど、対戦中にガメラさんもやっぱ喋るんだっていうのがすごく印象に残ってて、やっぱ失敗した時とかはやってねえとか格ゲーマーですね。格ゲーマーですね。ガメラ選手覚えてます、その時のこと。最初は関わって大丈夫かなっていうところから大丈夫でした？どうですか？様子見はしてたんですけど、もう大丈夫だった。もう大丈夫。よかったですね。よかった大丈夫で。ガメラ選手っていう人間の部分、人柄と1年ぐらい付き合ってみていかがですか？寡黙ですごい渋い感じなのかなと思ってはいたんですけど、実際寡黙で渋い感じなのは間違いないんですが、なんか私が困ってると結構助けてくれる。優しい。その最初に対戦した時も私全然オフラインで対戦したことがなくて、なんかやり方がよく分かんなくて、これどうやってやったらいいんだろうなってやってたら指差しで教えてくれて、もう全然喋んないんですけど、これをこうっつって実際関わって、さっきガメラさん言ってたけどこいつ大丈夫だなっていう人に対してはめちゃくちゃ優しいっていうのが印象ですかね。逆にそのガメラ選手から見たデバガメハンジ選手ってどういう人？他のやつと違って、ちゃんと時間を守る、ちゃんと最低限のことができてるから格ゲーマーは本当にね守らない人がね多いんですよね。非常に。プレイヤーとしていかがですか？私が今までプレイしていたブラブル VS とやってることが全然違うっていう風に感じて、私の技のなんでしょう、隙に対して走ってこう確定を取ってくるとか、そういうことをめちゃめちゃしっかりやってきて、本当はこういうゲームなのかと。でそっから私も自分の戦い方を見直して、で今があるっていう感じなんですよ。本当になんか勝手なあれですけど師匠的なところはありますね。じゃあ今度は逆にガメラ選手から見たデバガメハンジというプレイヤーは一体どういうものなんでしょうか？最初は本当に何してんだこいつみたいな辛辣なんだよね。最近だと対戦してて、なんでこれ勝てんだろうっていうのが言葉に説明できない、不思議なね、そんなところでなんか勝ってくるから、たまにいるなんか不思議な生き物のたまにいますよね。ワールド系とかね、そういうあれですよね。そういう感じなんですね。不思議。聞けたのはね貴重なお話でしたね。私への印象ね。そして実はその収録日本日にグランブルファンタジー VS がアップデートされまして、新キャラクタービーラとアバタールベリアル、そしてバランス調整が入ったんですよね。実は私まだ何も触れていない状態でして、アバタールベリアルは強化版のアビリティが、自分の体力を消費する代わりにクールタイムが短くて、何度もすぐ使えるみたいな、今までにないキャラクター。確かに対するビーラも変身するっていう、今までにない要素を持ったキャラクターなんで、もう一体どうなっているのかがもう触りたくてしょうがないんですけどまだやっていないので、もう早くやりたいんですよ早くやりたいと新しいベリアルの方は、おぞましい火力とかは出るんですけど、なるほど、それでも自分のライフを結構な量を減らすから、なかなか使いこなすのは難しそうっていう印象で、ビーラの方はなんかスタンダードで、でも技が全部正直強くて、ちゃんとヒット確認とかそういうのもできないとちゃんと火力出ない、その上で変身のシステム、あれが正直PV とか見ただけだとそんな慣れないかなって思ったんですけど、思ったよりなりやすい、使ってても面白いし、キャラもかなり人気なんで、初心者として触るとしたら、この2キャラだったらビーラの方がおすすめかなっていう感じの性能してましたね。そして早くも第3回グランブルファンタジー VS サイゲームスカップの開催が発表されております。さらに大型賞金制大会も開催されるとのことなんですけれども、お二人のモチベーションについてはいかがでしょうか？
私ずっとバザラが最強っていうのを、よくねこういうイベントとか大会とかで言ってるんですけど、はい、その強かったバザラがもう今回のアップデートで、さらに強くなってしまったと。そうですね。いうことで、これは負けたら私のせいなんじゃないかっていうことで、そういう意味では、負けられないと。もうモチベ的にはもう120ぐらいだったのがさらに150ぐらいに上がったっていう感じですね。もともと正直、大会を目標にとかはやってなくて、ただやりたいからやってるだけなんで、かっこいいですね。かっこいい。まだできてないことがある以上は別に練習することもいっぱいあるから、やっぱ変わんないですね。それがやっぱ高いレベルのプレーを生んでるのかもしれないですね。そうですね。夏と冬の大きな大会で優勝したお二人、そろそろ対戦を見たくなってきました。お二人お願いしてもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。お願いします。日本選手制で対戦していただきます。ガメラ選手 vs デバガメハンジ選手。前回大会では当たらなかったんで、それ用に考えてたものもあるんで、もう全部ぶつけようと思います。やっぱ普段は若干負け越してしまっているので、バザラが最強を証明するには、こういったねイベントでは勝たないとなと思います。よろしくお願いします。さあ見ていきましょう。まずは1試合目。お互いにまずは飛び道具を持っています。そしてこのフルードランページという突進がねものすごく強力。ただこのグランブルファンタジーバーサスっていうのは1回技を使うとこの画面の上にアイコンがあるんですけど、1回技を使うと一定時間使えなくなる。どっかで聞いたことありますよね。クールダウンシステムなんですよ。格ゲーなんだけど、モバとかにあるような炭が搭載されているっていう。特にその体が黄色くなるのがプラス版強力な技なんですけど、これを使うとその技が一定時間使えなくなります。クールダウンがあるんですね。そうなんです。面白い。体力移動を取り返そうと接近戦の攻めに展開していきます。ボーパルブレードプラスダメなし、そして奥義まで月類になる10の力、めっちゃ綺しっか麗。りと決めきりました。さらに画面下の片目を展開していくのガメラ、押し返していくデバガメハンジ。ただここヒット合格にボーパルブレードプラスからしっかりと決めきった。まずはガメラジータがラウンドを先行。ゲーム的にはそのラウンドをまたぐ要素がないので、基本的にまた仕切り直しですね。ここからお互いにまずゲージを貯めたりというところが展開されていきます。対空、そして近距離から固めてボーパルブレードプラスレギンレイブライジングブレード体力半分バッター。デバガメはちょっと防戦一方、どっかで割り込みたいんですけれども、一つ一つ技を確認しながら、ただ固めているだけではない、しっかりと状況を判断してまたしても奥義絶類なる10の力、しっかりとフィニッシュまで決めきりました。見事。なるほどね。まず1試合目はガメラ圧倒ですね。素晴らしい内容。ハンジはここからどう逆襲していくか。ここまではガメラが自分のペースでこう接近戦持ち込んで、そしてその固めからの確認ですね。いちいちしっかりとヒットを確認してコンボにつないでいく。無駄な動きは全くない。またしても位置が入れ替わってカウンターからここもしっかりと今下と戦い使える技があったんでコンボを変えたんですよね。クールダウンをしっかり意識して、おっとこれは今出てしまった。関係ならずしっかりとタックルバタリオンズ・オブ・フィアをしっかり見てからライジングレードを返していきました。ただデバガメハンジチャンス、しかしここも大釜ブルーノスプラスからこれを見て、光ったのを見てしっかりと返していく。これがガメラ素晴らしいプレー精度。きた投げ技大釜ブルーノスから置き攻め。この画面を生かしたいが、大釜ブローノスプラスは通らない。しっかりと光ってアイコンを見てからガメラが対処しております。お互いに非常に強力な奥義が使える状態ですけれども、完璧。見てるなマジで。全て見てから対処。これね結構特殊で他の格闘ゲームにないんですけど、技を出すと画面の体力ゲージの下にアイコンが消えるんですね。一瞬消えますね。それを見てから
それを見ることで相手の動きを判断するっていうアイコン確認っていうテクニックがあって、ただこれはデバーハンジの大チャンスで画面足コンボめちゃ減る。プラス技を使って、そして新コンボダバージョンノック周大釜グローノスを使った空中コンボを決めました。相当なダメージ。しかしここからまたしてもガメラが返していくのか。おっとこれは遠い。しっかりと投げの空振り、距離が遠かったところ空振りを見てデバガメハンジも負けてはいません。ラウンドを返しました。さあ1試合取り返したいデバガメハンジですが、タックルからここは今のもフルードランページの突進を見てから対処するところにアーマーで取りたいという動きだったんですけれども、それにはガメラ動かない。そして画面足の攻め、先ほどもこの固めで一気に決めていきましたが、うまく割り込みたいところ。足払いシャワー右。さあ位置を入れ替えました。これは地の利を得たデバガメハンジ。この画面足を生かして体力を削りたいところ。おっと下げたところに、さあ攻めが続きます。ジャンプ許しません。コンボが続くぞ。相当明るく珍しい。最後は奥義避けたブラッディムーンで倒しきりました。デバガメハンジが取り返してこれで 1-1、フルードランページに対してジャンプしたところ相当なリーダーを取りました。さあここからどう戦い変わっていくか。まずは飛び道具で牽制。しかしここをしっかりと返してまたしてもガメラのチャンス。一気に画面足からライジングソード、半分ほど奪いました。押し返す。おっとこれもしっかりとライジングソードプラスで返していく。画面足つないでいきます。ボーカルブレードプラスからまたしても奥義、絶類なる10の力。レギンレール曲でフィニッシュ。見事。これでガメラまたしてもリーチです。しかしここから2試合目ではデバガメハンジが返した。割り込んでいる。押し込んでさらに動いたところ捉えていきます。画面足。さあこの橋の固め厳しいがガード切って反撃。ガメラが耐えた。チャンスに変えていく。一気に逆の画面足へ。デバガメハンジ耐えなくてはいけない。ここは一つ避けているがオーバーブレード投げは抜ける。フルードランページ押し返していきますが避けている。相当な火力。ここはダウンを優先。画面下を連れてきました。割り込んで押し返す。私も一定時間フルードランページ扱いが遠い。ボーパルプラスからレギンレイブ、そしてまたしてもミスレという声は虚しく響く。エキシビションマッチ勝者ガメラ。今まで、のじ合いは、多少勝ってるかなぐらいだったんですけど、肝心なところ公の場、そういうところで今のところ全部負けてた。なるほど。なんで今回、ようやく勝ったんで嬉しいです。もう本当にバザラク対策が詰まってて、いつもよりさらに強かった。いややっぱ強えわガメラさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。初心者音ハスが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。今回は佐古先生に教えていただきます。佐古先生は毎年プロアマ問わず多数のプレイヤーが参加する年末のチャリティー大会第11回トパンガチャリティーカップに YHC ムチ選手、三太郎選手とチーム=125で出場。先生は新キャラクターのルークを使用し連勝。順当に決勝まで勝ち進み、桃地選手率いるチームルーク1本でいくと対戦。最後は対象同士の対戦となり YHC もち選手が桃地選手を下し見事優勝しました。 CPU レベル6のラシードを相手にレッスンスタート。いや技はねかなり出ますよ。こうした危険なことやってきたコンピューター。強い強い。牽制していきましょ同じキャラのラシードに連続で攻撃を受け防戦一方の音ハス。反撃の糸口をつかめないままダメージを受け続けてしまいます。抜ける。抜けないで。
大パンチと大キック同時。ああいいよ。いいある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 。やめろ。逆にきつい。逃げろ逃げろ。あおお。うわマジか。大系。タッチ競技。これパクりましょう。第2ラウンドもラシードの機動力に苦戦する音ハス。うまい。どうしよう、何もできない。頑張れ。いやー、何もできない、何もできない。外野手。振りがあります。何もできないです。同じキャラとやると余計分かんなくなっちゃいました。やっぱコンピューターがやってくることってすごい基本的なこと、このキャラクターのいいところばっかやってくるんで、はいそれを真似すればおお、もうちょい離れて佐古先生は単発技でも強いしゃがみ台パンチと立ち台キックを音ハスが使えていなかったことを指摘。本当だ、強い。めっちゃ長いです。結構単発技やるけどガードされてもほとんど隙がないんではい。気軽に振っちゃって大丈夫です。そのしゃがみ強パンチがマジで強くて、近くで当てると技がつながります。近くで当てると。近くで当てるとしゃがみ台パンチを近くで当てるとそこからさらに何がつながる。しゃがみ中キック。しゃがみ中キックとか立ち中パンチとかそれをこれがなんとつながります。 3ヒットってなるんでここからさらにしゃがみ中キックからそれすごいすごい。これがつながる。基本的にこう近くに行っちゃった時は近くに行っちゃった時は立ち中パンチっていうすごいそうですね。それもめちゃくちゃ強いんで、ラシードの場合立ち中パンチから中キックがつながるので、はい、さっきコンピューターもやってきたけどそこから立ち中パンしゃがみ中キック弱イーグルスパイク、ちょっと難しいけど上完璧、はい、素晴らしい。覚えておきます。佐古先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。ということで本日も閉店のお時間となりました。ゲームでもトークでもお二人の個性の違いがすごい現れていて、見ていてとっても楽しかったですし、もうちょっと深い話も聞ければよかったなと思って時間が足りなかったです。今までのリベンジもできたし、普段話さないようなこともいろいろ話せたんで楽しかったです。はい。ガメラさんが私に対して一体どんな感情を持っているのかっていうのが、こんな機会じゃないと絶対に聞けないので、それが聞けたのが嬉しかったですね。ありがとうございました。ということで、今夜の各駅喫茶ハメ順、お客様はガメラ選手、デバガメハンジ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回はザ・キングオブファイターズ2002アンリミテッドマッチ特集。スコア選手とキャップ選手がご来店。お楽しみに。